こんばんは。今夜の1時44分。めっちゃくちゃお腹空いちゃって、本当は冷凍庫にあるパンを食べたいんですよ。だけど2時間前ぐらいにそのパンに蜂蜜とバターをたっぷり塗ったものをもうすでに食べてて、で朝もそのパンを2個食べたので、さすがにね、もう夜中だしそろそろ寝たいしってことでパンを食べるのは断念しました。その代わりと言っちゃなんだけど、無印のバナナココアと3色マシュマロでお腹を満たそうと思います。空腹の状態だと眠れなくなっちゃうんですよ。だから今のうちに何かお腹に入れておいて、2時間後くらいにちょうど眠れるようにしようと思います。お湯を 140ml 入れるから、お湯をね沸かしておきます。無印のバナナココアなんだけど、もう何回か飲んでいて、豆乳とか牛乳を入れるのがすっごい美味しかったんですけど、豆乳切らしちゃってるのでお湯だけで作ります。お湯と豆乳を置き換えたり、あとはお湯を 70ml 入れて豆乳を 70ml 入れたりしても美味しかったです。今日は仕方ないですね。ティースプーン4杯半分入れます。半分 OK。 これでお湯が出来上がるのを待つだけ。最近サブチャンネルの更新頻度がめっちゃ高くて、この前ねおじさんから電話がかかってきてて、おじさんっていうのは私の母の弟なんですけど、久々に連絡くれて最近はどうっていう話で、私の YouTube もねチャンネル登録して応援してくれてるんだけど、最近すごい投稿頻度上がってるなーって言われました。だからね、多分この動画も見てくれてるんじゃないかな。これね、沸騰するのめっちゃ早いですよね。ホーロー鍋だから。お湯を注いでよく混ぜます。マシュマロをトッピング。ココアパウダーにもともと乾燥させたマシュマロが入っている飲み物が、それも私好きなんですけど、この前コストコに行った時にその商品見かけて買おうかめっちゃ迷ったんだけど、今お家にマシュマロもあるしココアもあるから買うのを我慢しました。何個くらい入れようかな。美味しそう。そのまま食べても美味しい。このマシュマロ食べて思い出したけど、昔駄菓子屋さんかどこかにキティちゃんのマシュマロで中にチョコレートが入ってるお菓子を思い出しました。私それすごい好きで見かけるたびに買ってたな。無印のマシュマロめっちゃ美味しい。こんな感じで溶かして飲みます。はい、じゃじゃん。さっきマシュマロを何個か食べただけでちょっとだけ空腹が満たされました。マシュマロがどんどんちっちゃくなっていってる。美味しい。癒される。はい、じゃあ今日の動画の本題に入らせていただきます。12月にやりたいことリストを動画で話したんですけど、その中の一つで美術展に行くっていう話があって、美術展っては言わないかもしれないけど、さくらももこ展に行ってきました。嬉しい。ちょっと飲みながら話しますね。はい、じゃじゃん、これです。この紙ももらってきました。場所が六本木にある森アーツセンターギャラリーっていうところで52階にある場所でした。私行くのが2回目ですごく久々に行ったので道に迷っちゃって16時のチケットを買ってたんだけど、ギリギリになりそうだったのでインフォメーションの方に美術館の場所を聞いて行きました。さくらももこ展っていうのを説明すると、ちびまる子ちゃん、こじこじ、桃の缶詰。本展覧会では漫画家、エッセイスト、作詞家、脚本家といくつもの顔を持ち、新しいキャラクターやエッセイを次々と世に送り出し続けた期待のアーティスト、さくらももこの今なお輝き続けるその全仕事に迫ります。約300点のカラー原画や直筆原稿を一堂に展示。書くことと書くこと、絵を描くの書くと文字を書くの書くことを楽しみ尽くし多忙を極める一方、季節の移ろいや小さな日常をこよなく愛したさくらももこの世界を
ぜひお楽しみくださいっていう展示で、一つ一つじっくり見たんですけど、さくらももこが詰まっていて、私まるちゃんがすっごい好きで、前に実家で飼っていたセキセイインコのまるちゃんもこのちびまる子ちゃんから来たんですよ。同じ静岡県出身だったしね。セキセイインコのまるちゃんとこのまるちゃんが、改めてやっぱりちびまる子ちゃん好きだなって思いました。どこか懐かしいっていうか、ちびまる子ちゃんを見ながら沖縄で過ごしていた生活とかも一気に思い出してきたし、まるちゃんとおじいちゃんおばあちゃんの関係とかもすっごい好きで、その展覧会には漫画の原画が飾られてたんだけど、それを見て感動して、号泣まではいかないけど涙がポロって流れ落ちました。感動だけじゃなくてクスって笑える場面とかもあって、私の近くにいた来場者の方とかは爆笑されている方もいたくらい面白かったです。あとどことなく来場者の方たちほんわかしてる雰囲気がして、ちびまる子ちゃんの世界から出てきそうだなっていう雰囲気の人たちが多い印象でした。写真撮影は基本的にダメだったんだけど、撮影 OK っていうエリアもあったので、そこは写真を撮りました。私がね大好きなお土産コーナーもあって、買うかめちゃくちゃ迷ったものがあって、おでんなんですけど静岡おでんセットっていうのがあったんですよ。結構ずっしりと重くておでんの具材が入っている箱だったんだけど、重いから買って帰ろうかなって迷って、結局それは買わなかったです。その代わりにいつか静岡県に行った時に静岡のおでんを食べてみたいなって思いました。目標がねできましたね。私がねお土産で選んだものは、まずはこれ、さくらももこ店って書かれてるポストカードです。あ、そうで、私知らなかったんだけど、さくらももこさんはお子さんがいたみたいで、そのお子さんがね94年生まれで、私とね同世代だったんですよ。知らなかったの。イラストもねめっちゃ素敵ですよね。私がこのイラストを見て思い出したのが、私が中学生か高校生くらいの時にいつもバスに乗って学校に行ってたんですよ。私と妹は同じ中高に通っていたので、私が中学2年生の時は妹が中学1年生で一緒に通学するようになったりしてたんだけど、バスで通ってたからバス停でいつもねバスを待たないといけなくて、こんな感じで待ってたなって思って、そのバス停にベンチはなかったから2人でずっと立ってたんだけど、でたまに近所の親戚のおじさんなのかな、同じバス停で待ってたりした記憶があるんですよね。だから本当にもうこんな感じでバス停で待ってたなって思って、そうなんかすごいその時代を思い出して懐かしくなりました。このねイラストだけでほっこりしますね。ノートに貼ろうかな。フレークシール、何か紙物アイテムを持って帰りたいなって思って厳選した結果これになりました。シールのイラストはこんなのが入ってますね。24種類が48枚入りです。この1種類につき2枚入ってるってこと。これもね可愛いですね。まる子ちゃんから出てくるいろんな登場人物の顔が描かれてる。こちらは今すぐ開けたい、めちゃくちゃ気になってるまるちゃんお化けごっこレターって書かれてるもので、これはリボンっていう漫画の冊子の復刻デザインだったみたいだから、ここのね裏の方に昭和63年8月1日発行って書かれてるんですよ。なんかすごいねレア感ありますよね。見てみよう。私こういうねカラフルな手書き感のあるイラストがすっごい大好きで、私もね絵日記を書くから、なんかこういうのいいなっていう思うところがたくさんあって、後で帰ったらじっくり見ようって思ってたんですよ。お化けを作って遊ぼうってまるちゃんが言ってる。すごい、開けたらお化けの作り方が書かれてる。可愛いんだけどすごいときめきますね。用意するもの、紙袋ちょっと大きめ、顔が入るぐらいで、ハサミとマジック作ってみようって。で紙袋に顔を描いて、次はハサミで目とか耳とかを切ります。丸3、はい、出来上がり出来上がり早っ。部屋を暗くしてお化けごっこをしよう。これが手紙の裏になってるってことか。裏はこうやって文字が書けるようになってるんですよ。でももうすでに落書きされたような絵が描かれてる。たまらん。
これ封筒も可愛くて、本当にハガキが出せるようになってるのかな。うわー。で、住所と名前書けたり、こんな感じ。うわー、これは面白い。これにね、お友達宛てに手紙を書いて渡そうかな。封筒が4枚かな入ってる。はるちゃんはお土産まで可愛いです。久しぶりに日記も書こうかな。ではまずはカフェのメニューを切り取っていきます。背景が可愛いから本当はそのまま貼りたいっていうのもあるんだけど、そうするとちょっと次は貼るのが大変になっちゃうので、一つ一つ切っていきます。ちなみに私はプリンアラモードを食べました。まるちゃんの好物はプリンとハンバーグって書かれてましたね。じゃじゃん。この調子でいくつかノートに貼りたいなって思うものを切り取っていきます。でもどれも可愛いんだよな。厳選するのが大変になっちゃう。ガーンっていうちらし寿司も可愛い。で、さっき言ったこの背景の線が可愛いので、それに似たような線を引きます。で、私は今このクリックアートを持っているので、どんな色でも描けます。これかな。もともと点がたくさんあるノートなので線が引きやすい。ピンク色はこれかな。ちょっとくすみピンクだ。線を描いたので切り取ったメニューを買っていきます。どういう配置にしようかな。こんな感じで貼りました。かわいい。で、ここの線を見せたかったので、このシールは周りを切り取りました。最後に文字を入れます。おはじきのシールを貼っていきます。今は駄菓子屋さんにありそうなお菓子を描いてます。今回のこの展示の中にまるちゃんのアニメから出てくるお菓子屋さんかな、駄菓子屋さんのドールハウスっていうのがあったんですよ。ミニチュアっていうのかな。すっごい細かくて、もうね、写真に撮って後からでも眺めたいぐらいめちゃくちゃ完成度が高くて可愛いものがあったんですよ。もしまた行く機会があったらまたじっくり見たいな。ここを折り曲げて、でここだけりを貼りました。一気にめっちゃ鼻声になっちゃった。完成しました。さっきね書きながらちょっと涙が出てきちゃった。さくらももこさんが書いた文章があって、今もねずっとまるちゃんと遊んでいたらいいなって考えてたら、なんか涙が出てきて、私もいつかまるちゃんに会いたいなって思って、私が言うまるちゃんはちびまる子ちゃんもそうだけど、インコのまるちゃんにまた会いたいなって思ったらなんか泣けてきちゃいました。こんな感じでノート完成しました。めっちゃ可愛い。ここにおはじきのシールを貼って、レイクシールもこことここと、左下にも貼りました。可愛いですよね。で、ここページがめくれるようになっていて、めくったらコラボカフェのメニューが出てきます。私の一番のお気に入りはこの線かな。さっきのこの線を再現してみたけどうまくできた気がする。本日もご視聴いただきありがとうございました。